green wind brushes my skin. Your rose band gently rocks in the breeze. I wake alone so quietly at ease. Bird songs flutter through the trees, whisper in dreams into the leaves. Morning begins just like this. More me dull, a moment no one else can miss. I breathe it in with gentle grace, like the sky, this quiet place. オーブンと IH 使ってこんな感じね。はい、それではいただきましょうか。いただきます。はい、昨夜から道の駅白石、これ高速無料区間のね一番終点のところにある道の駅です。ここもね綺麗な道の駅で快適に仮眠することができました。はい、それでは次の目的地に向かってね出発していきたいと思います。今日は南に向かいますか。北ですか。南ですね。南西に進みます。Sun shines. Joro's bus carries a gentle breeze. When the cherry blossoms fall, spring arrives. A song awaits beyond. はい、そしたら諫早湾干拓堤防道路を走っていくんですね。昔の映像でよく出るやつや。人の次の時にね、問題になるね。そう。海苔の養殖ができんくなったとか。ここ通るのが2回目ですか。1回目のとですよね。1回通ったことありますよね。から金ございますよ。やっていきますか。はい。To the southern skies and us slipping through in light sneakers. およそ100メートル先、西高校の Everything is a treasure. Once I arrive, a little rest. Then the next sky. ここは諫早湾干拓堤防道路の中央付近にあるパーキングエリアです。この堤防が締め切られたのは1997年なんですね。そしてその締め切られた堤防の上に作られたのがこの諫早湾干拓堤防道路ということになります。干拓事業ということで締め切られたこの堤防によってもたらされた影響はかなり大きくて、いろいろな深刻な問題が起こり続け、横綱級の大失敗事業と呼ばれているそうです。はい、諫早湾を抜けてね、山の方に上がってまいりました。はい、パーキング到着でございます。お、ここにパーキング。到着でございます。はい、やってきたのは仁田峠駐車場。今日はね、ここから雲仙岳の登山をしたいと思います。まずはね、
もう少し上がったところにロープウェイの駅がありますんで、そこからロープウェイに乗って妙見岳近くの上の駅まで行きたいと思います。ロープウェイの駅まで上がっていく道にはたくさんのミヤマキリシマが咲いています。とても綺麗ですね。でもね、時期的にはもうだいぶ終わりかけなんですよね。満開の頃にはこの山が真っピンクに染まるそうです。このミヤマキリシマはツツジの一種で九州各地の高山に分布しているそうです。ロープウェイの駅に到着しました。ここは日本初の国立公園なんですね。あれ1991年の6月3日なんですね。大きな火砕流のねショッキングな映像、今でもすごく頭に残ってますね。このロープウェイはここから標高差174メートル上の1333メートルまでを3分で結び、料金は往復1500円、片道830円。夏場は8時51分から17時3分まで12分間隔で運行しています。料金はまさかの現金のみなので注意が必要です。よいしょ。じゃあはい、雲仙普賢岳頂上に到着です。ちょっとね曇ってて残念なんですけど、この360度の景色すごいでしょ。この後ろにこんもり見えてるのが1990年の噴火で誕生した溶岩ドームです。ここ雲仙普賢岳の標高は1359メーター。仁田峠からここまでロープウェイを使って約2時間の登山になります。途中ミヤマツツジだけではなくコケイランやガクウツギ、マムシグサなども見ることができました。はいはい、
到着。あ、これね。そこやね。あそこに行ってまいりました。はい、というわけでね、ロープウェイの下の駅、駐車場のところまで戻ってきました。降りる方はね、だいたい1時間ぐらいですかね。はい、腹が減ったんで雲仙ドライブインもみじやってきました。こんなにでかい。味噌汁もでかい。これ何これ。でかっ。口に食われへんの。量がすげえ。お食事処もみじ美味しかったです。皿うどんとちゃんぽんのセットを頼んだんですけど、すごい量でした。もう皿のでかさがね、びっくりするようなでかいお皿で、結局セットのねいなり寿司3つついてたんですけど食べきれませんでした。いなり寿司は今日の晩に持って帰ろうということでパックもらって入れてきました。おかみさんが気さくなおかみさんでいい店でしたね。はい、それでは出発しましょうか。登山をして汗をかいたので山から降りてきたところにあった小浜温泉望洋荘というところで日帰り入浴がありましたので、そこで温泉に入ってきました。はい、さっぱりしたところでやってきたのは道の駅そのぎの章。この左側見えました？これは5世紀に作られた前方後円墳。そのぎ地方に君臨した権力者の墓で県指定の史跡久子塚古墳だそうです。そしてここが目的の道の駅、まさに隣なんですね。ここには東園木町歴史民俗資料館もあるそうですが、もう時間的に空いてないでしょうね。公園の方はね多分24時間空いてると思うんで、せっかくなんでね後でちょっと覗きに行ってみたいと思います。A stop along the road, simple joy from hands unknown, a smile that's not on any map. This moment makes the journey grow. The scent of earth, the farmer's hand, homemade mist so rich and warm. You've got to try this. Someone grins. Now my souvenir bag's twice as full. Small connections light the way. Now I hope for more each day. A stop along the road. じゃあちょっと遺跡の方を見に行ってみましょうか。久子塚古墳。何？キリンアイシ。これってこと？これってことやね。キリンアイシ。古墳。武田君の古墳じゃないんですね。武田君の古墳ではないね。今度縄文になってて。ほんまやな。住居作り、土器作り、料理作り。
なんか壺屋なんかいっぱい置いてある。知っておきたい桜の話。バラ科の桜属植物のうち梅、桃、スモモ、アンズなど主に観賞する総称桜。資料館を閉店いたしました。出土した銅鏡、鏡が出たらしいよ。こんなとこに石室があるんだよね。見つめるたびに色が浮かぶ。弥生の風に吹かれて指先に触れる物語。私もその続きにそっと今を重ねてる。太陽が少し傾いて影が伸びれば帰る時間。はい、道の駅そのぎの章。はい、もう車中泊の準備ができました。で、まず晩酌からね行きたいと思います。で、これはね、なんか今まで地元では見たことのない、こっち来て初めて見たね、なんかでっかいこんなナスの天ぷら、こんな長かったんですけど、ちょっとお皿に乗らないんで半分に切って乗せました。それとこれは何やったっけ、台湾のなんか肉、ミンチ肉のミンチフライでしたっけ。台湾のミンチフライ、それと芋の天ぷらですね。それではいただきたいと思いますやけど、これはこっち九州は長崎県壱岐の島の、焼酎いきっこ何いきっこデラックス、いきっこデラックスだそうです。25度壱岐の焼酎です。僕はね、オリオンビール行きたいと思います。はい、いただきます。乾杯。お疲れ様です。今日は普賢岳に登ってきましたからね。普賢岳登ったお疲れ様会ということで、あ、うまっ。ビールうまいわ。鶏皿とかはいらないですか？鶏皿いりますか？いや、いいかな。どうや？あれかなと思って。まあいいかな。はい。まずこのナスのこっちの薄い方からいこうかな。ナスの味ですね。なんかこっちの天ぷら味がついてる。天ぷら粉に味ついてるって書いてあったんですけど。だってだしかかってるからわかんないです。はい。
そうですね。そうですか。はいよかったです。味噌ですね。思った通りの味です。はい。大きいだけですね。ナスです。で、なんか揚げ浸しみたいになってる感じ。もう揚げ浸しというか揚げて、こっちは味噌のソースかけてあって、こっちは普通に醤油の出汁がかけてあると。思った通り。思った通りの味です。よかったです。はい。まあ美味しいですよ。はい。そして今度今台湾から行った方が良かった。いや、そっちの方がですね。薩摩の今ですね。思った通りの芋です。美味しい。美味しいです。この台湾のミンチなんかいろいろ入っとるよね。緑色が入ってる。緑色。ニラが入ってる。ニラが入ってる。珍しいね。コロッケみたいな感じ。コロッケでもないもんな。ミンチフライ。うまいこれ。すごい野菜が多くて、ええ感じ。コロッケではないんだね。まあコロッケって言ったらコロッケやけど、これアイスクリーム、今日のデザートです。ピスタチオ。ピスタチオじゃなかった。何やったっけ。ジャスミンミルクティーでした。全然ちゃうよ。ジャスミンミルクティーうまい。めっちゃね、香りが鼻に抜ける。もうでしたっけ。もうです。これもうは結構いけるよね。ということです。いただきます。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。